運賃が最大で22倍。赤字路線の起死回生の一手とは。そして値上げよりも問題なのは。こんにちは、稲香です。先日、ある路線の運賃値上げが少し界隈を賑わせています。その路線とは、大井川鉄道井川線。起点である千頭駅から終点の井川駅まで1340円でしたが、なんと約 2.6 倍の3500円に大幅値上げされます。普通の路線なら袋叩きにあってしかるべし、とんでもない値上げですが、私が一番懸念しているのは別のポイントです。今回は井川線の概況と値上げの背景を解説したいと思います。ちなみに今回の動画の写真は私が2023年に訪問した際のものになります。このチャンネルでは鉄道や廃線、離島などの動画を金曜夜に不定期に投稿していますので、チャンネル登録、いいね、コメントいただけますと嬉しいです。それでは行ってみましょう。最初に大井川鉄道と井川線について触れておきたいと思います。大井川鉄道は静岡県にある私鉄で1925年創立の歴史があります。トーマスで有名な大井川本線と、今回話題になった井川線の2つの路線を運行しています。大井川鉄道の使命は沿線で伐採された木材の輸送と電源開発でした。それゆえ、特に井川線は人工希薄地域に敷設されています。大井川本線は2022年の台風災害で現在も川根温泉笹窓駅から千頭駅までが運休しており、2029年までの復旧を目指していますが、今回の話からそれるので触れておかないことにします。今回問題になったのは井川線の方です。井川線はもともと電力会社の専用線として1935年に開業。1959年に大井川鉄道に引き継がれ旅客営業を開始しました。ところが1990年に長島ダム建設のために路線の一部が水没するため新線を建設することに。この時建設されたのが有名なアプト式軌道です。真ん中のレールと歯車を噛み合わせて急勾配を上り下りする仕組みになっています。アプト式軌道は国内では他には信越本線の軽井沢駅から横川駅間の碓氷峠区間にも採用されていましたが、1963年に廃止されています。国内ではここだけしか乗ることができないので、これが井川線の最大の特徴であり見どころですね。まあ変態はおもり駅とかいう化け物に一番興奮しているわけですが、おもり駅はまた別の動画でご紹介したいと思います。さて今回井川線が大幅値上げに踏み切った理由。それは赤字です。大井川鉄道は2025年で 2.9 億円の赤字です。井川線がどれだけの赤字を抱えているか公表されていませんが、井川線の定期利用者は過去15年間ゼロというとんでもない状況です。もともと交通手段の乏しい地域の足として使われてきた井川線ですが、その役目は終えたと言っても過言ではないです。ダイヤに目を向けてみると1日5往復のみ。そのうち3往復は接岨峡温泉止まりです。沿線で最大の集落は、起点の千頭を除けば終点の井川ですが、その井川まで向かう列車は現在2往復しかありません。1961年に8400人いた人口はわずか400人にまで減少しています。ローカル線の生命線といえば高校生の通学需要。沿線には高校はなく、最寄りの高校は大井川本線、
駿河徳山駅近くの川根高校になります。これは高校生の利用が期待できそうです。が、定期利用者過去15年間ゼロという数字でもうネタバレしてますが、井川線を使って通学している人なんて一人もいないんですよね。井川駅の始発はなんと12時25分。加えて千頭発井川行きの終電は12時20分と、井川から千頭へ向かったら最後、日帰りできないというとんでもダイヤです。さらに井川線はわずか 25.5km の路線ながら乗り通しに2時間近くかかります。通学云々以前に普段使いができるような路線ではありません。実際井川地区で高校に進学される方は下宿されているようです。今回のテコ入れで個人的に気になったポイントは4つです。1つ目は区間に関わらず一律料金になったこと。千頭駅から終点の井川駅に移行が、有名な奥大井湖上駅に移行が、料金は一律3500円になります。例えば千頭駅から奥大井湖上駅までの運賃はもともと片道720円ですので、なんとおよそ 4.9 倍もの運賃アップです。さらにアプト式だけでも体験しようと考えるのであれば、アプト市白駅から長島ダム駅までの運賃は片道160円。驚愕の約22倍の運賃アップになってしまいます。これでは少しの区間だけ乗るのはとても躊躇してしまいます。しかし全く救済がないかというとそうではありません。一応井川発の始発と千頭発の終電は普通列車として運行されますので、これまで通りの運賃で乗ることができます。ただ拙祖峡温泉駅止まりであり時間を見ると拙祖峡温泉に泊まる人向けですね。二つ目は増便がないこと。前述の通り距離に関わらず一律料金になりますので、当然長く乗れば乗るほどお得なのですが、終点の井川駅まで行く列車は現在2往復しかありません。2023年までは4往復ありましたが、うち2往復の運行区間が拙祖峡温泉駅まで短縮されてしまいました。まあ観光用に整備されていないので、井川駅に折り返し時間を使ってみるところがあるといえば、せいぜい廃線後の遊歩道ぐらいですが、今回の施策がうまくいって今後整備されたらシーズンに限って増便もあり得るかもしれませんね。とはいえ井川線は鉄道ファン的には乗ってて面白い鉄道ですが、一般の方には少し物足りなさもあるかもしれません。同じトロッコとしては富山の黒部峡谷鉄道の方が車窓はよく開放感もあります。一番有名な奥大井湖上駅の写真のアングルは当然車内からは見れませんしね。三つ目は完全予約制になったこと。予約自体はネットで24時間できますので難しい作業ではないと思いますが、やはり心理的負担はあります。そして予約をするということは乗る駅、降りる駅が固定されるということです。ちなみに私は以前小森駅を訪問した際、一人の空間を満喫したかったので、直前で他に誰も降車する方がいないことを確認して下車しました。予約制になるとできなくなってしまうでしょう。まあこんなことする人はほとんどいないと思いますが、キャンセル料もなかなかシビアです。ちなみに私が訪れた2023年の3月はガラガラでした。シーズンでなければ焦って予約しなくても大丈夫そうです。そして私が一番懸念しているのは今回の運賃改定とは少しずれるところですが、観光列車化に伴って行われるダイヤ改正。今まで全駅停車だった井川線ですが通過列車が設定され、奥泉駅、
アプト市白駅、長島ダム駅、奥大井湖上駅、摂津峡温泉駅、井川駅を除く。川根両国駅、沢間駅、戸本駅、川根小山駅、平安田駅、関蔵駅、そして全国屈指の秘境駅である小森駅、計7駅が1日1往復になってしまいました。特に小森駅と関蔵駅は秘境駅としてもレベルが高く、私もお気に入りの駅です。観光鉄道とするのであれば速達性は求められていないでしょうし、一応沿線の数少ない観光資源でもあるこれらの駅を通過して得られるメリットが思いつきません。利用価値が薄いと見ているのであれば廃止するのが妥当でしょうし、大森駅と関蔵駅はここ数年で4往復から2往復、そしてついに1往復とかなり減便されてしまい、到達難易度が高くなったことで皮肉にも秘境駅としてはよりレベルが高くなりましたが、一応関蔵駅に停車する列車は小森駅を通過し、逆に小森駅に停車する列車は関蔵駅を通過するので、摂津峡温泉で折り返すことで1日で2駅を訪問できるようなダイヤになっています。2往復もしているので14,000円もかかるわけなんですよね。加えて井川線自体のアクセスが悪すぎて、東京駅からだと始発の新幹線に乗っても井川線の始発に乗ることができません。これ自体は現在も同じなのですが、減便のせいで始発列車の重要度が高まったことに加え、今年に入って千頭駅から関蔵駅までを運行していたバスが廃止されてしまったことが、より難易度の高さを引き上げています。じゃあここまでしてそもそも井川線残す必要あるのかよ、という話ですが、井川線の保有者は中部電力であり、運行を井川鉄道に委託している形をとっています。井川線はダム建設の保証の一つでもあり、廃止の予定はないみたいです。運行にかかった経費をすべて中部電力が補填していますが、逆に言うと儲かってもすべて中部電力に納めなければならないようで、今回運賃改定ではなく旅行商品として売り出し、実質値上げをすることで、国交省への手続きを回避しつつ、大井川鉄道の収益化改善を図っています。これで大井川鉄道の収益が良くなり、井川線は元より本線も維持されれば喜ばしいことですので、値上げ自体は好意的に捉えているのですが、通過列車の設定は困るので考え直してほしいです。いかがでしたでしょうか。当初6月1日からだった井川線の観光列車化は反発を受けて一度撤回。その後改めて7月1日から実施することが発表され、駆け込み需要で鉄道ファンが多く訪れているようです。とはいえお金やダイヤの問題は発生しますが、廃線や廃駅になるわけではないので、焦って訪れる必要もないかと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。